今日はね、この地球儀を使って海の話をしますが、この地球儀は見たことある人あんまりないかな。これはね、世界で初めてのリアルタイムが見える地球儀です。はい、これは何でしょう。これ何だと思う？太陽。よくわかるね。じゃあこれは火星。ピンポーン。火星。じゃあこれは土星じゃないんだな。金星。ピンポーン。じゃあこれは木星。特徴的なねあれがあるよね。太陽から近い順に水星、金星、地球、火星。はい、地球には海がありました。金星には海がありますか？なぜない？なぜ海はない？どうして？水はあるんだよ。 H2O はある。だけど太陽に近すぎて熱すぎて全部蒸発して水蒸気になってる。逆に火星は？はい、火星もう一回見てみようか。火星はごめん、木星じゃない、火星だ。はい、はい、ここに火星があります。火星は太陽から遠いので全部氷になっちゃって海には なってない。だから地球だけが太陽からちょうどいい距離にあるから海がある。はい、月はどの辺？地球の衛星だからこの辺回ってるよね。ということは太陽からの距離では金星が近すぎて全部水蒸気になっちゃってる。こっちは火星で遠すぎるから全部氷になっちゃってる。ちょうどいい距離の地球では海がある。だったら月でも海があって良さそうじゃん。なんで月には海がないの？つまりちっちゃすぎて引力が足りないからもともとあった水も蒸発っていうかね、宇宙に消えてしまったということで、地球は太陽からちょうどいい距離にあって地球だけがこれだけの水を持ってる。月はね、太陽が当たったら表面は100度になる。びっくりでしょ。で太陽と反対側こっち夜のが何度だと思う？はい、分かる人。太陽が当たると100度になってしまいます。逆に太陽から陰ってるこっち側は何度ぐらいだと思う？8度。はい、マイナス100度。そんなに寒くなるかと思うけど正しい。マイナス160度だって。はい、もしも地球が昼になったらプラス100度、夜になったらマイナス160度、月みたいになってたとしたら生きていける？納豆を作る納豆菌っていうのはね、プラス100度でもマイナス100度でも生きられるらしいから、納豆菌ぐらいは生きられるかもしれないけど、とてもじゃないけど普通の生き物は生きられないよね。凍りついちゃうか沸騰しちゃうかどっちか。太陽からの距離って意味では月はこの辺回ってるわけだから、太陽からの距離って意味では同じだから、地球だってプラス100度になったりマイナス160度になったりしてもおかしくないのに、どうしてそうならないのか。その秘密は水です。海があるから。なんて言われてもピンとこないでしょ。だけどやかんに水入れて火にかけるとどう？表面の鉄はあっという間に熱くなるでしょ。触れないぐらい。だけど中の水はなかなか温まらないでしょ。表面の鉄が月みたいなもんでね、中の水が地球だから、水は温まりにくく冷めにくいわけ。そういうね、とっても便利な性質を持ってる。沖縄の海っていうのは透明な分栄養分が少ないんだけど、そんな海の砂漠みたいなところで
栄養を豊かに提供してくれるのがこのサンゴっていうことなんですね。サンゴっていうのはそれだけ大事なところ。ところがこれ知ってる？サンゴが白くなってる。なぜ？はい。熱、温暖化で白くなっちゃった。白くなるってどういうことか知ってる？僕らもさ、骸骨みたいに骨あるでしょ。その骨だけが残ってる。枯れてるっていうのも近いかもね。実はね、これサンゴは動物なんだけど、そこの中にね、光合成っていう栄養を作る藻が一緒に住んでるわけ。ところがそれが君が言ってくれたみたいに水温が上がると逃げ出してしまう。つまり温暖化によって中にいるサンゴの藻がいなくなっちゃう。それで骨だけが残って白くなる。地球温暖化、それが海に確実に現れています。これね、この熱い赤いところは温水プール並みの28度とか29度の水温なんだけど、特にこのね、白い線はね28度線でね、その下の黄色い線は30度線。2023年2年前、ついに30度の線がほらこんな北の方まで、日本まで相当迫ってきていて、ついに2024年になりました。2024年になったらどう？これもう30度の線が、28度線はもう日本海の方まで、氷がどのぐらいなくなってるか。これホッキョクグマが溺れちゃうよとかっていう話聞いたことあると思うんですけど、北極でどのぐらい氷がなくなってるかっていうのを見てます。で1990年代30年前ぐらいはこのぐらいでした。でも2000年を過ぎてからみんながまだ生まれてないと思うけど、もう2007年でも半分ぐらいに減っちゃってる。白い氷が半分に減るってことは、白いシャツが半分になって逆に黒い T シャツに近いような熱を吸収する海とか地肌が出てる。どのぐらい違うと思う？君黒い T シャツ着てる、君白い T シャツ着てる。太陽が当たった時に君の白い T シャツは 90% 反射します。10% しか吸収しません。だけど黒い T シャツは 90% 吸収します。逆に 10% しか反射しません。だから氷がなくなるってことは、白い T シャツが黒い T シャツに変わるようなもんで、急に熱を吸収して温暖化が進んでいく。だからこれ最後ですが、見比べてみましょう。もっと早く。地球温暖化がどのぐらい進んでいくかっていうと、赤を通り越して黄色く白熱していくのが、特に北極とか氷に覆われているところっていうのは、氷があるうちはいいんだけど、氷がなくなっていくとどんどん温暖化が進んでいくわけ。それに対してもし今よく言ってるように脱炭素、一生懸命 CO2 を出さないように再生可能エネルギーとかに転換して、でそのためには例えば2050年ぐらいには CO2 半減、2070年ぐらいにはもうカーボンニュートラルって聞いたことあるかな、ゼロにする。でももしそれを本気で頑張っていったら、さっきはさ石油使い続けていったらこの辺全部が真っ黄色だったでしょ。そのぐらい高温になる。だけどもしも2050年ぐらいに半減っていうことをやっていったら、2100年まで行っても黄色いのはほんの一部です。ということで、今結構温暖化対策を頑張ったら結構地球の未来は変えられるかもしれない。こんな地球儀が
どの学校にも当たり前にある世界を作りたいと思ってこういう活動をしています。今ね、だいたい小中高大学まで入れると50数校60校ぐらいまで入ってるかな。全国の学校にこういう地球儀を普及させて、当たり前にこういう地球の未来とかを見れる世界を作っていきたいと思ってますが、今日は特に海のことにフォーカスしていろんな話をしました。最後まで聞いてくれてどうもありがとう。はい。